aconteceu de errado? Veja bem pelo outro lado, é o que faz você agora. Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória.今回は旧中島飛行機の戦闘機工場に始まり、現在は多くの外国人が暮らす工場町として発展した群馬県大泉町を歩きます。おはようございます。マンボです。私は今群馬県の太田市にいます。ここはスバル群馬製作所の本工場前です。旧中島飛行機の太田製作所、中島飛行機っていうのは1917年大正6年から1945年昭和20年までですね存在した日本の航空機メーカーです。スバルの前身となる会社ですね。今日の目的はこの太田市ではなくて、実は隣の町大泉町、なんでここに来たかと言いますと、古いね、航空写真を見ますとね、旧中島飛行機の太田製作所の場所からですね、南東方向にとんでもなく広い道が伸びているんです。現在この道は公園通り県道313号線太田大泉線と言われてるんですけど、なぜここに広い道、これ幅ね30メートルもあるんですよ。そんなものはできたんだろうか。つまり中島飛行機の太田製作所で作られた戦闘機、これを納品するためにはね飛ばさなきゃなりませんよね。飛行場がいるわけです。その飛行場がこの先にあるわけですね。そこへ、この飛行機の機体を、完成したままでですね自走して運ぶことができる、そういう大きな道を作ったんですね。そしてその昭和16年の前年、昭和15年に政府の戦闘機増産政策に応じまして、この太田製作所とは別に新たな戦闘機工場が作られました。それは小泉製作所と呼ばれました。で、それができた場所こそ群馬県の大泉町。さあ、それではこの公園通りをですね、かつての太田飛行場の方に向かって走っていきましょう。大泉町というとですね、ご存知の方いらっしゃると思うんですが、ブラジル人街、多国籍の町、外国人がいっぱい住んでいる町として、知られています。最近ではね、そういういろんな、ブラジルのみならず、いろんな国の飲食店があってですね、それを目的に訪れる方もいらっしゃいます。私もその一人だったりするわけですが、そういう有名な町なんですけど、発祥は中島飛行機の工場町。公園通りの突き当たり、旧大泉飛行場のところまで来ました。で、道がね右にキュッと曲がってますが、向こうにはね広いだだっ広いスバルの大泉工場が広がっています。群馬県大泉町はですね、小泉村と大川村が合併して大泉町っていう名前になったそうです。で、今電車で行こうとするとね、東武鉄道の小泉線の支線乗って、館林から行って東小泉っていうところで支線に入って2つ行っ
った西小泉駅っていうところが終点になってるんですが、この西小泉駅の周りが街の中心だと思ってください。そこのそばに交差点がありましてね、幹線道路が南北と東西に走っていまして、その交差点があります。交差点の名前はね、西小泉駅前っていう交差点で、この南北の通り、これをグリーンロード、東西の通りは旧国道354号線です。で、この2つの幹線道路を軸に街が形成されているんですね。ここが旧中島飛行機の太田飛行場跡、昭和16年完成。ちょうどこの辺りがね、まっすぐ道がありますけど、ここにね、滑走路がありました。この太田飛行場なんですが、終戦を迎えまして、昭和20年に米軍に接収されました。古い空中写真を見るとね、滑走路の北側にゴルフ場がいっぱいあるのが見えます。この辺りが大泉飛行場の南西の角です。で、ここのね、外側にですね、空中写真を見ると円弧状のね、街割りが見られるんですよ。で、そこに割と輪島間隔を空けた住宅が建っている、おそらく米軍住宅地だったところだと思いますね。綺麗な花がね、植えてありますけどもね、この場所をセンターにして中心にして、ここから放射状に道が伸びていて、円形の街路が整備されているんですね。これは円弧状の街路。お、それっぽいかななんて。その時の建物はね、残ってないと思いますけどね。新興住宅地っていう感じですけどね。米軍住宅地の時の配置を見ると、もっともっとゆったりしてます。名残はないね。旧大泉飛行場の東南角のところまで来ました。大泉すばる運動公園っていうのがあります。面白いこれ。自動販売機の屋根のところにスバルって書いてある。6連星のマーク。太田飛行場は昭和44年に米軍から返還されて、その後再整備がされて、昭和57年、1982年にスバルのエンジン工場として、この大泉工場が開業しました。ここから真南に向かってグリーンロードという大通りが通っています。その突き当たりは旧中島飛行機の小泉製作所。つまりこの通りがですね、中島飛行機小泉製作所から飛行場に向かう航空機の運搬路だったわけです。スバルのですね、大泉工場が昭和57年、1980年に整備されて開業するんですが、このグリーンロード沿いの建物っていうのはその後に建てられたようですね。観光協会がありまして、そこでいろいろお話聞きました。ブラジル人の方がどうやってここに移住したのかとか、どのようにインターナショナルな街が形成されていったのか。最初はですね、人材不足っていうことがあって、日系ブラジル人の方に出稼ぎに来ていただこうということで、その時に外国人の方々が日本に来て仕事ができるように法律が変わったそうです。そしてここに、日系ブラジル人の方から、出稼ぎ移住者といいますかね、そういう方が増えてきて、住んでいったそうなんですが、結構ね、住みやすいと日本は安全だし便利だしということで、もう出稼ぎではなくて住み着いてしまったらしいんですね。で、そこからブラジル人街が形成されていったそうです。で、現在ではブラジルの方々のみならず、あるいは南米の方々のみならずですね、全世界の40カ国以上つったかな、そこの方々がここにやってきて住んでいるそうです。で、大泉町の人口の 20% でしたかね。はい、出てきました。まだ外国人のレストランが出てきます。これね、リンリンクアン、
カラオケ&マーケット。面白いですよね。カラオケ屋がね、マーケットの横に併設してるんですよね。日本の商店と違うところは、原色をバシバシ使ってるってところなのかな。看板が大きい。でも日本だって看板大きいですよね。何が違うんだろうね。ブラジル料理専門店のレストランブラジルがあります。で、空中写真のね、街並みで見るとね、いち早く立ってますね。ブラジルの方々が住み始めるんですけれども、真っ先にできたレストラン、それがこのレストランブラジル、老舗レストランです。定番といえばこのシュラスコですが、結構ね量が多いんでね、小でも 300g とかだから、エスデットミストグレチャー、これでも結構な量だな。それで私が一番注目している建物はね、これなんですよ。リバーストーンビル。この色使い見てください。ちょっとないでしょ、他の地域には。リンリンレストラン。トルコケバブの店。ケバブ系がここともう一軒ね、南の方にもありましたよ。南アジア食品店。そうだそうだ、フォルクスワーゲンのビートルってブラジルでね作ってるんですよね、古いやつ。今でもやってんのかな。そしてなぜかカドワールのサッシュ、アサイードリンクっての飲みましょう。ブラジルアマゾン原産のアサイーを使う飲み物。チョコレートみたいに見えるけど甘くはない。バー&カラオケ。ここね、毎晩ね、外国人の方々がね、店の前で飲んでます。手打ちそば、日本のお店があります。普通ね、日本の街の中にこういう外国人の特色あるお店がね入ってるっていうのが形なんですけどね、ここは逆ですね。外国人のお店が中心にあって、その中に日本の店があるというのが珍しいっていうふうに見える。はい、スバルのディーラーですね。地元太田市大泉町のスバルで、旧国道354号線のところまで来ました。旧国道354号線が町を東西に通っています。ここにもポルトガル語で書かれた長屋形式のお店があります。ここは不動産屋さんでしょうかね。そうだね、ここも不動産屋さんが入ってる。中古車販売、買い取り、ハウスクリーニング。暮らし系ですね、ここはね。工場に出稼ぎで日系ブラジル人の方々がやってきたということなんですけど、社宅かなんかが用意されててね、そこに住んだのかなと思ったらそうじゃないらしいです。アパートが街の中にあって、それを利用して住まわれたそうですね。そういうこともあるんで、そのブラジル人街っていうのがこうできていったんですかね。社宅があって、門前町の飲食店だけが流行ってるって言ったらちょっと違うかもしれませんね。この通りが旧国道354号線、今東の方を向いてます。東武鉄道の西小泉駅です。終点なんですけどね、こう伸びてる、線路伸びてたんじゃないのっていう感じになってます。かつてはですね、この線路伸びてましてね、この先にね利根川があるんですけど、その河原の石を取って運んでたみたいです。今旧鉄道の線路跡、旧国道354号線から南の方に進んでいきましょう。
ここから先は、旧山陽電機の大泉工場、現在のパナソニックの工場の門前町になります。トルコドネルケバブ、割とカラーリングは控えめ。いいですね。やってんだもん。酒田銀座街っていうんですね。ここは中古車販売。もう置いてないね。やめちゃったのかな。アジアンレストランネパール料理。カレーだ。スニタキッチン、スニタスパイスショップ。これカフェレストランタクタクペリュー料理。魚のマリネとワンかいな。こっちがチキンのワンピース、ご飯がついてます。さあ、南の端、パナソニックの工場に来ました。門がありますけど、道はねまっすぐ伸びてます。東京製作所。これは今昔鉄道が走ってたっていう線路跡の緑道、右側がパナソニックの工場、旧山陽電機の工場。ここまで来るとですね、外国人街のお店がなくなります。門前町ではないのでね、左側にはロードサイド型のお店があったりします。ペルー料理の店、レストランカプリチョー。美味しそうでしょ。ニューリバーストーンビルっていうのもあるんだ。マスカットが一番おすすめ。すごいね、綺麗ですね。日本一の断面ですか。素晴らしいアートですね、これね。